今日のテーマは、一見すると成功した治療が実は思わぬ結果を招いてしまう、そんな医学界のミステリー、中性脂肪パラドックスについて紐解いていきたいと思います。ちょっと想像してみてください。健康のために頑張って、生活習慣も改めて、お薬も飲んで、ついに中性脂肪の値を下げたとしますよね。でも、その時、お医者さんに、でも心臓発作のリスクは実は全く変わってませんよ、なんて言われたら、ってなりますよね。まさにこれが今日の話の中心にある大きな謎なんです。まずは、いわば事件現場から見ていきましょうか。舞台は、2型糖尿病の患者さんの体の中。ここからこのミステリーが始まります。今やスタチンっていうすごく良い薬がありますから、悪玉の LDL コレステロールの管理ってかなり進歩したんですよね。でも、特に2型糖尿病の方にとっては、それだけじゃちょっと不十分だったんです。LDL をしっかり下げても、なぜか消えずに残ってしまう残存リスクっていうのがずーっと問題になってたんですね。で、その残存リスクの、言ってみれば主犯と召されているのが、この糖尿病性脂質異常症です。これって単に何かの数値が高いっていう単純な話じゃないんですよ。もっと体の中の脂質チーム全体のバランスがもうガタガタに崩れちゃってる。そんなイメージなんです。具体的には、この3つの特徴。よく3点セットなんて言われます。中性脂肪は高くて、善玉の HDL コレステロールは低い。で、一番厄介なのが、この超悪玉とも呼ばれる SDCD-LDL 粒子が増えちゃうこと。こいつは普通のものより小さくて、血管の壁にスルッと入り込んじゃう。まさに動脈硬化を進める忍者のような悪玉コレステロールなんですよ。さて、この厄介な問題に立ち向かうために、いわばスペシャリストが登場します。今日の主役となる新しい薬です。その名前はペマフィブラート。高い中性脂肪をピンポイントで叩くために開発された、まさに次世代の精密兵器。これまでの薬とはわけが違うぞ、と大きな期待が寄せられていました。じゃあ何がそんなにすごかったのか。その秘密がこの SPR-α っていう新しい仕組みにあります。これ、体の中の脂肪を燃やすスイッチ、司令塔みたいなものに働きかけるんですけど、大事なのは昔の薬と違って本当に狙った司令塔だけに超ピンポイントで作用するってことなんです。余計なところには一切手を出さない、すごく賢い薬なんですね。で、そのパワーがもうとんでもなかった。昔の代表的な薬と比べて脂肪燃焼の司令塔をオンにする力が、聞いてください、なんと2500倍以上。いやもう桁が違いますよね。これだけ強ければ今度こそあの残存リスクを解決できるはずだって誰もがそう信じてたんです。そしていよいよ、この機体の新星の実力を試す大規模な臨床試験が始まりました。でもその結果は、本当に誰も想像していなかった衝撃的なものだったんです。プロミネント試験。この研究が答えたかったのは、まさにこの新薬は残存リスク問題を解決できるのかっていうたった一つの問いでした。世界中からリスクを抱えた1万人以上の患者さんが参加した本当に大きな試験です。で、まず最初の結果。これはもう見事でした。ペマフィブラートは狙い通り中性脂肪をガツンと下げたんです。マイナス 26.2%。薬はちゃんと完璧に効いてた。ここまでは本当に計画通りだったんです。でも、本当に一番大事な結果が、これです。1.03。これ、心臓発作とかがどれだけ減ったかっていう数字なんですけど、1.0 っていうのが効果ゼロって意味なんですね。つまり、あれだけ強力な薬だったのに、心臓病のリスクを全くこれっぽっちも減らせなかったんです。中性脂肪はあんなに下がったのにですよ。ここで最初の謎に戻りますよね。中性脂肪は 26% も下がった。なのに、なんで一番大事な心臓病のリスクは1ミリも変わらなかったのか。一体体の中で何が起きてたんでしょうか。さあ、ここからこのミステリーの謎解きです。では、科学的な証拠を一つ一つ見ていきながら、この中性脂肪パラドックスの謎を解き明かしていきましょう。この謎を解く鍵が、この粒子の変身プロセスにあるんです。すごく面白いですよ。
ペマフィブラートは中性脂肪をパンパンに積んだ巨大な輸送トラック、つまり VDL をものすごいスピードで分解します。でもトラックは消えてなくなるわけじゃなくて、もっと小さくて数の多い配達バイク、つまり LDL に姿を変えてたんですね。考えてみてください。大きなトラックが1台なくなっても、代わりに小さなバイクが10台も道を走ってたら、結局、欠陥っていう道路の渋滞は解消されないですよね。むしろ悪化するかもしれない。そういうことだったんです。そしてこれがもう決定的な証拠です。このグラフを見てください。左側の中性脂肪、確かにガクンと減ってます。でも問題は右側のアポ B。これは悪玉粒子の総数そのものです。で、この数字がどうなったかというと、なんと逆にちょっと増えちゃってたんですよ。つまり結論はこうです。心臓病のリスクを決める本当の判断は、粒子が運んでる荷物の重さ、つまり中性脂肪の量じゃなかった。それよりも血管の壁にぶつかってくる粒子の数そのものだったんです。このプロミネント試験は、目に見える中性脂肪っていう数字だけを追いかけるのがいかに危ういかってことを僕たちに教えてくれたんですね。じゃあ、この薬はただの失敗作だったんでしょうか？いや、話はそう単純じゃないんです。実はこの一件で、この薬の思わぬ強みが見えてきたんですよ。それがこの安全性です。特に腎臓にすごく優しいっていう点。昔の薬ってどうしても腎臓の機能を示すクレアチニンっていう数値を上げちゃうことがあって、腎臓が悪い患者さんにはちょっと使いにくかったんですね。でもペマフィブラートはその数値をほとんど動かさない。これって合併症で腎臓が悪くなりやすい糖尿病の患者さんにとってはものすごく大きなメリットなんです。それだけじゃないんです。肝臓に溜まった脂肪を燃やす力も強いことが分かってきて、肝機能の数値を良くしてくれる。最近すごく増えている脂肪肝、特に MASLD っていう厄介なタイプの脂肪肝の治療薬として、今新たなヒーローになるんじゃないかって期待されてるんです。さて、こんな衝撃的な結果が出たわけですから、当然、この薬をどう使うべきか、世界中の専門家の間でも意見が真っ二つに割れてるんです。この表がその状況をすごくよく表してますよね。開発国の日本では、腎臓への安全性とか脂肪肝への効果も考えて、今でもリスク管理の選択肢として推奨されてます。でもアメリカではもうバッサリ。心臓病を減らした証拠がないでしょ？じゃあ基本的には推奨しませんって感じ。ヨーロッパもかなり慎重です。同じ薬で同じデータを見てるのに、国によってここまで評価が違うっていうのは本当に面白いですよね。最後にちょっと考えてみてほしいんです。ある薬が最初の目的では失敗したとします。でもその失敗が僕たちに本当に見るべき指標は何だったのかっていうもっと大事な問いを教えてくれたとしたら、それって本当に失敗なんでしょうか？科学の進歩ってこういう遠回りに見える道を通って本当の真実に近づいていくのかもしれませんね。